こんにちは、種田芽衣子と申します。あなたは日本のルーパーを何人知っていますか？日本人ルーパーと言われて多くの人が最初に思い浮かべるのはそうそうでしょう。彼はとてもユニークなルーパーであり、2019年のグランドビートボックスバトルにて大きなインパクトを与えました。またルーシーを思い浮かべる人も多いかと思います。ルーシーはソーソーと同じサルカニというビートボックスクルーに所属するルーパービートボクサーであり、 GBB2021 ではソーリーとしてタックループ部門で世界チャンピオンに輝きました。ではこの2人以外では日本にはどんなルーパーが存在するのでしょうか。そもそも日本で最も大きな大会の一つであった JBC ジャパンビートボックスチャンピオンシップにおいてループステーション部門はありませんでした。ソロ部門、タッグチーム部門、キッズ部門のみの開催であり、公式にルーパー日本チャンピオンを生み出す大会は存在しなかったのです。ではソーソーとルーシーが奇跡的に出会ったように、日本のルーパーたちは技術を高め合うことができないのでしょうか。もちろんそんなことはありません。いくつかのオンラインバトルや YouTube、SNS を通じて日本のルーパーたちは少しずつ交流を深めてきました。その中で日本のループシーンのために立ち上がった人物がいます。彼の名はマーク。現在のジャパンループステーションコミュニティの代表です。マークは現在24歳、東京に住むルーパーです。ループステーションとの出会いは GBB2015 でのペンキ X vs 茨戦、それから4年の月日を経て2019年の終わりにループステーションを手に入れました。はじめはサロやエネミーのカバーを主に練習していた彼は2020年の3月に初めての動画を出します。サロのオラスをどうしても自分で演奏したかった青年は505を手に入れて4ヶ月でバトルフィールドへと漕ぎ出します。2021年7月10日、彼はクリップというループコミュニティが開催するオンライン大会のワイルドカード予選を12位で通過します。16名の通過者のうち日本人は4名。この大会で最も多くの通過者を出した国が他ならぬ日本でした。しかし日本人の多さがゆえにマークの前に大きな壁が立ちふさがります。彼は第1試合で戦術のルーシーと相対することとなるのです。日本人同士のバトルはこのカードのみでした。マークの実力者ではあるものの GBB への出場を決めた直後である彼の勢いの前に散ってしまいます。OWEC やブレズの1ミニッツチャレンジへの挑戦を続けながら、彼は5本目のワイルドカードで一つ大きな結果を残します。オンリー505ループステーションバトル2021においてワイルドカードの1位通過、パンピーのタイムマシーンに乗ってのカバー作品でした。彼の持ち味であるクリーンな空気感に満ちたこのワイルドカードは多くの人に印象を残します。のことをやってよね、時間っての戻せない。レッツゴシ未来に目がけてピース伝えてる今のとこいいじゃん。2021年の終わり、彼は満を持してジャパンループステーションチャンピオンシップの開催を宣言します。2020年の夏、まだ彼がバトルにも慣れていない頃から思い描いていた日本のループ大会の実現でした。日本中のルーパーはこれに歓喜し、数多くのワイルドカードが集まります。長い期間をかけてバトルは日本のチャンピオンを輩出し、ファンたちは毎回のバトルに大きく沸きました。前例もなく成功の保証もない大きな大会を開くことがどれだけ大変かは想像に難くありません。彼は日本のループステーションシーンのために一つの大きな役割を果たしました。たとえ運営のために彼自身がこの大会に挑戦できなかったとしても。2022年5月、マークはクリップチャンピオンシップに2度目のワイルドカードを出します。JLC に運営として携わる中、久々に彼個人として出されたループステーションの作品。久しぶりのバトル、闘争心を燃やせ、腕が鳴るルーパーとしての霊が目を覚ます。ついにノクツを手に入れた。7日 PB は中止だし、だから温めてきた俺の作品たちがようやく日の目を見る時が来たな。彼は JLC のマークであると同時に一人のルーパーでした。
しかし運命のいたずらか、彼は2度目のクリップチャンピオンシップにて、また同じ壁に直面します。なんと、彼にとって1回目のクリップで戦ったルーシーが、再び彼の初戦相手となるのです。善戦するマークでしたが、やはり経験を重ねたルーシーは手強い相手であり、苦い結果となりました。様々なバトルを経る中でも、彼にとって最も印象深いバトルは、この2度にわたるルーシー戦だといいます。自分のトラックと向き合うことや、いかにバトルで勝つかについて、マークは2度のルーシーとのバトルで学んだと語ります。ジャパンループステーションチャンピオンシップが終わった後も、ループステーションを広める、その目標のために彼は立ち止まりませんでした。新たに始めたループステーションワークショップ。2021年6月に始めた JLC 主催のライブキューブも次回で4度目の開催です。さて、彼のループについて他のルーパーやファンたちはどう考えているのでしょう。インスタグラムで聞いた彼の印象について見ていきましょう。構成の美しさや丁寧さ、キャッチーさが評価を得ているようです。また、海外のルーパーから聞く日本語ラップのユニークさ、クリーンな音作りについても評価が寄せられました。こちらも良い評価には変わりありませんね。マークは自分と JLC2 つの未来についてあるビジョンを持っています。まず JLC としてループステーションをさらに広めること。いつかピアノやギターと並んで習い事の一つとしてループステーションが選択肢に入ること。もう一つ、彼自身の夢はいつか自分の演奏を必要としてくれるライブに呼んでもらえるルーパーになること。そして GBB への出場です。そう遠くない未来への可能性に向けて、彼は今日も進み続けています。